これちょっとまあちょっとなんかハローチュはい、今日はですね、基礎練習のね、紹介ということで、タンギング練習のメニュー、こちらについて、シェアしようと思います。基礎練習のね、タンギング練習について、今日はちょっとご紹介させていただこうかなと、思ってるんですけど、タンギング練習ってどうですか皆さん。基礎練習の中でちゃんとメニューに加えてますでしょうか。タンギング練習はね、絶対必須なんですよね。ロングトーン、スケール練習、タンギング練習、この3つは絶対欠かせない3本柱なんですけども、以前もね、ちょっとね、今回話す内容について紹介させてはいただいてるんですけれども、だから若干重複してるんではあるんですけど、これなんでじゃあもう一回そんな同じやつやるのかって言ったら、ちょっとね私ね楽譜販売っていうのをちょっとちゃんとやっていこうかなということなんですよ。ちょっと軽くこれ宣伝なんですけどいろんな曲をこう楽譜書いて、それバーって吹いて、それの楽譜をこうねどうですかみたいな感じで打ったりとかしようかなってもうしてるんですけど、それはもうちょっとね充実させたいなっていう思いがあるんですけど、曲以外にもねどうせやったらその基礎練習とか楽譜とかもね、ちゃんと今までやった基礎練習とかもちゃんと楽譜化にしてちょっと打ってみようかなということで、ちょっとちょっとやらしいかもしれないんですけど、ちょっとピアスコアっていうところで買えるんで、ちょっとよかったらね、ちょっと買ってほしいなということで、買わんでも別に今日の楽譜見てもらったらそういうことがあってご理解いただけると思うんで、いいですね。ちょっとねよかったらね買っていただければってね。それそういうもんじゃないですか。やっぱりね。だからちょっとそういう感じなんですけど、でここで販売しているタンギング練習の内容をちゃんとこう説明していこうじゃないかという要はそういう動画なんですよね。でもタンギング練習の重要さっていうのは、これはちょっとここはもうめっちゃ笑いなしでっていう感じ、本気でやらないとダメなんですよね。タンギング、ちょっと、私タンギング苦手でって、なってる人がいるんですけど、タンギング、やっぱできないとね、ちょっと、曲の雰囲気がやっぱ出てこないじゃないですか。自由自在にね、タンギングをこうね、いろんなところにつけたりつけなかったりっていうのを、できないとね、曲が面白くなっていかないじゃないですか。そんなことで、そんな内容の紹介でございます。こんな感じの楽譜ですね。スケールがあって書いてあるんですけど、1番、2番、3番、4番ってあると思うんですけど、このアーティキュレーションでこの12キーのスケールを練習したらいいですよっていう、そういった内容ですね。ちょっとね、吹いてみようかなと、いうことでございます。では、どうぞ。お待ち。はい。ということで、早速、タンギングのちょっと練習について、ちょっと話していこうかなと、思うんですけど、こちら。今回はちょっと C のメジャースケール。これだけで、ちょっと解説していこうかなという感じですね。あとは別に指変わるだけで、やることは一緒なんで、ちょっと他のスケールでもちょっと応用していただければと思うんですけど、どこでタンギングするかのバリエーションをこう書いてるんですよね。で、1は、タラッタッタ。2はタッタッタラ、3はタッタラッタ、4はタッタラッタラッタラって書いてるんですね。で今日は1のねタランタッタっていうやつをちょっと解説していこうかなということですね。じゃあこれをどういう風に吹くかっていうと、このドレミファソラシドレドシラソファミレド、これ C メジャースケールじゃないですか。このスケールをこの1のタラッタッタッタラッタッタっていうアーティキュレーションで吹いていくという
そんだけのことなんですよ。軽く吹くとこんな感じですね。はい、こんな感じですね。で、ここで重要なんが、どこでタンギングするかっていうことなんですよ。ひとまずそうなんですけど、タラッタッタってどこでタンギングすると思いますか？この4つの塊やったら1個目と3個目と4個目でタンギングするじゃないですか。どこにタンギングつけて吹くのかっていうのを、自由自在にこう操れるようになっていくと、やっぱり曲っていろんなバリエーションで歌えたりとかするんで、自由自在に何ですかね、歌えるようになるんですよ。メロディーラインがこう結構棒読みになってまうみたいな、全然こう波つかへんみたいな、バーってなってしまうって、結局いろんな要素あるんですけど、そのうちの一つに、ちゃんとタンギングするとこしないとこっていうのを区別してというか、できてるのかどうかっていうところが、一つ問題になってくるわけですね。で、私今タンギングするとこしないとこをしっかり区別して吹くことが大事って言ったんですけど、どっちかって言ったらこれで言ったら2個目のところタンギングしないわけじゃないですか。ここが大事だと思うんですよね。じゃつまり、どういうことかっていうと、結構思うんですけど、こう抜く部分、言ったらこのアーティキュレーションで言ったらこの抜く部分ですよね。ここがね、これが難しいっていう人がきっと多いはずなんですよね。これ難しいですね。でもどうやって説明したらいいか分かんないですよね。ターってターってパーパーって吹くんですけど、これ難しいですね。音楽のこうかっこよくなる部分って結構足し算やと思いませんか？あれしてこれしてあれしてこれしてやったらかっこよくなるって人は思いがちだと思うんですけど、私はこれはね結構あるポイントに気づいたんですけど、音楽はねある程度引き算やと思うんですよね。音楽は引き算なんですよね。引き算っていうか、なんていうの、要は何を足していくかみたいなことを結構人は大事に思うかと思うんですけど、どこを抜いていくかみたいなことが私絶対大事だと思うんですよ。で、私はやったら好きな音楽ってざっくり言ったらアメリカの音楽が好きなんですよ。このすごいあっさい言葉で言うんですけど、アメリカの音楽が好きで、アメリカの音楽って結構いろいろあるんですけど、やっぱこうどっちかそのバンドっていうか、ちょっとこうねヒップホップとかジャズとかブラックミュージックみたいなの好きなんですけど、多分これ見てる人多分大体そうなんちゃうんかな。超ロックだぜみたいな人は多分見てないかもしれない、わかんないですけど、でもそういうなんでブラックミュージックってあんだけかっこいいんかなって言ったら、やっぱ抜きがあるからなんですよね。足しがあるからって思うじゃないですか。音楽にこう足し算やからかっこいいと思うじゃないですか。多分ね抜きがあるからかっこいいと思うんですよ。これなんとなくこうなんつうのこうちょっとなんつってたらいいかな、チル感じしないですかね。ブラックミュージックのそのかっこいい部分、特に日本語がやっぱ全部大事に発音する文化だからこそ抜きの部分が分かりにくいと思うんですよ。感じにくいというか、日頃やっぱこれね、言語って演奏するリズムのグルーブにめちゃくちゃ影響すると思ってるんですよ。私これあんま強めに言ってる人いないんですけど、私はめっちゃ思うんですよね。そういうことでこの抜く部分ですね、これをどういうふうにいかに抜くかみたいなことをちょっと大事にしてほしいですね。でなんて言ったらいいかな、例えばドレミファの部分取り上げるんですけど、その抜きの部分抜くみたいなのがそのいいよねって言ってる吹き方っていうのはわかります？このレめっちゃ抜いてません？どこにタンギングするかみたいな考え方
っていけば、わかります？なんかドとミとファータンギングしてレはしてないわけなんですけど、レめっちゃ大事に吹いてませんでした？もうなんかもう一回いきますよ。レをねちゃんとこう抜いてる時っていうのは、わかります？レをちゃんと抜いて吹いてない時、ね、レのところを息入れ直してるじゃないですか、タンギングしてないとはいえ。いやね、これはねちょっとそういうのはちょっと違うと思うんですよね。ということでもう一回やるけど、抜きの部分があるっていう吹き方っていうのは、で抜きの部分がない、ただタンギングをするとこしないところを区別して吹いてるだけっていうのは、こうなんです。この違いがあるんですね。で結局このタンギング練習はそれはレベルによってねテンポとか考えたらいいと思うんですけど、どうしてもやっぱちょっと難しい人は最初は60のテンポからゆっくりねやって、ちょっとね60で合わせたやつをちょっと吹いてみようかなと思います。なんかそういう感じでございました。はい、以上でした。はいどうも。はい、ではそんな感じでね、今回はラッパッパっていうパターンの紹介やったんですけど、2番3番4番ってね、この辺もちょっとね紹介していきたいなという感じですね。特に3番4番なんてのは結構ジャズのアーティキュレーションに近いんじゃないかなってでは思うんですよね。しかもなんか割と難しいかなってちょっと思ったりするんで、順番にね一気にバーって言ったらやっぱね、動画の尺もちょっと長くなるし、みんなも疲れるじゃないですか。急にバーって言ったらなんかちょっと情報が多すぎてね、そういうことでね、またタンギング練習のメニューについてまたね撮っていこうかなということでございます。はい、そんな感じですか。なんか腰の順子みたいになってないですかはい、では、今日はこれで終わりです。この動画が面白い、役に立ったと思っていただいた方は高評価を、チャンネル登録もよろしくね。